こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は Xbox で11月に新発売となる最新の期待作と Day1 ゲームパスタイトルをご紹介します。怒涛のゲームラッシュがまだまだ続きますね。ぜひ最後まで見てね。Tales of Arise Beyond the Dawn 11月9日発売です。2021年にリリースされた Tales of Arise 初の大型拡張 DLC 作品。プレイするには本編が必要となり、DLC のみの販売は3960円。アライズ本編と DLC のセットは7480円で販売されます。ストーリーはアライズ本編の1年後の世界を舞台に、新キャラクターのナザミルとおなじみの仲間たちとの冒険が描かれます。具体的には本編のラスボス撃破後からスタッフロール後のシーンよりも前のその間のストーリーであり、想定プレイ時間は約20時間と公表されています。ステータスやスキルの引き継ぎは存在しませんが、本編のデータがあると所持金やアイテム、スキルなどにボーナスが付与されるとのことです。アライズ本当にテイルズ・オブシリーズの新生作品としてとてもよくできていたので、未プレイの方には本編の方からぜひおすすめしたいです。コールオブデューティーモダンウォーフェア3 11月10日発売、定価9800円です。毎年恒例、コールオブデューティー最新作ですが、なんと今年は昨年に続いてモダンウォーフェアとなり、同じシリーズが2年続くのは長いコールオブデューティーの歴史でも初めてとなりますね。ただ制作は前作モダンウォーフェア2のインフィニティウォードではなく、今回の制作はスレッジハンマーゲームズがメインで手掛けています。キャンペーンモードは前作の続編となっていて、再びタスクフォース141としてかつてない戦いへと挑む壮大なストーリーを楽しむことができます。さらに今作ではオープンワールドのゾンビモードが収録されることが決定しています。モダンウォーフェアシリーズにゾンビが収録されるのも初めてですね。またゾンビモードの制作に関してはこれまで同様トレイアークが担当しているとのことです。前作モダンウォーフェア2がよくできていたので、モダンウォーフェア3も楽しみですね。UFO ロボグレンダイザー、たとえ我が命尽きるとも、11月14日発売、定価未定です。永井豪先生の漫画を原作としたアニメ UFO ロボグレンダイザーの前半部のストーリーを軸にして作られており、波乱に満ちた冒険の最も印象的な瞬間を追体験することができます。またゲーム BGM として作品のテーマ曲も使用されているとのことで、ファンの方にはたまらないのではないでしょうか。エルダースクロールズオンライン11月15日発売、定価未定です。海外で2014年にリリースされた今作がいよいよ日本の Xbox でも発売となります。今作はテキストだけではなく、ボイスの方もすべて日本語化され、PC 版の方で今年6月にリリースされたばかりの新チャプターであるネクロムも含めて、今まで配信されたすべてのコンテンツやアップデートを楽しめるとのことです。ナルトボルトナルティメットストームコネクションズ11月16日発売、定価8360円です。ナルトのアニメ放送20周年を記念して作られた作品で、シリーズ最多の130人以上のキャラが登場。ステージ数も60以上ととんでもないボリュームで作られた対戦アクションゲームです。メインとなるストーリーモードは2つ収録されていて、ナルト全72巻の壮大な物語をダイジェスト版ながら追体験することができるヒストリーモードと、ボルトを主人公としたオリジナルストーリー、スペシャルストーリーモードが楽しめます。後者ではボルトがやがて臨海戦闘を巻き込んだ大きな戦いに身を投じていくという物語が描かれ、迫り来る第5次臨海大戦の危機や再び激突するナルトとサスケといった超アニメ表現による展開を楽しむことができるとのことです。また今作では新たな操作タイプとしてシンプルモードが追加されていて、こちらではワンボタンを連打するだけで自動的にコンボがつながるようになっており、対戦ゲームが苦手な方でも楽しめるような作りとなっています。
ナルティメットストームシリーズは非常にクオリティが高いのでとっても楽しみです。現実のヨハネブレイズ・イン・ザ・ディープ・ブルー11月16日発売、定価5280円です。ラブライブサンシャインの公式スピンオフアニメのゲーム化作品となっていて、ジャンルは横スクロール 2D アクションゲーム。開発はなんとロックマンゼロやガンボルトシリーズでおなじみのインティクリエイツが担当しています。プレイヤーは主人公ヨハネとして相棒のライラプスと共にモンスターが跋扈する謎の海底ダンジョンに消えていった仲間たちの救出を目指します。本作ではダンジョン内で入手した素材アイテムを組み合わせることで装備品を作ったり、救出した仲間の力を借りることで探索範囲を徐々に広げていくことが可能で、ダンジョン内には一部ランダムに構造が変化する場所もあり、飽きのこないハック&スラッシュ体験が楽しめます。ここからは発売日初日からゲームパスに対応することが決定しているタイトルをご紹介します。フットボールマネージャー2024 11月7日発売日初日からゲームパスに対応します。サッカークラブの全権を握る監督としてクラブを経営していくシミュレーションゲーム。監督はあらゆる領域に介入でき、選手育成や戦術作成、移籍の指揮などの他にも試合を観戦することもできます。さらに今作では J リーグの実装も決定しています。歴史を持つ作品ながら長年日本語には未対応だった今シリーズ、今年はついに待望の日本語に対応してリリースとなります。龍が如くセブン外伝名を消した男11月9日発売日初日からゲームパスに対応します。今作ではシリーズおなじみの主人公桐生一馬の視点でセブンの裏で起きた最新作8へと続くストーリーを楽しむことができます。戦闘システムにはアクション性を採用していて、エージェントと呼ばれる新スタイルが登場。さらにシリーズおなじみの要素であるキャバクラには今回実写化使用されていたりなど、外伝といえども多数の新要素が加えられています。龍が如くシリーズはゲームパスでプレイすることができるので、ぜひ傑作であるセブンを遊んでから本作セブン外伝を楽しんでみてはいかがでしょうか。ダンジョンズ4 11月9日発売日初日からゲームパスに対応します。絶対悪ことダークロードとなってダンジョンから地上世界を征服するリアルタイムストラテジーゲーム。様々な種族のクリーチャーを雇用して地上世界の英雄たちを殲滅し、世界征服を成し遂げることが目的となります。ダンジョンを掘削、建設、研究を行って英雄たちが決して攻め落とすことのできない難攻不落のダンジョンを作り上げていくこととなります。またオンライン最大2人での協力プレイにも対応しています。ペルソナ5タクティカ11月17日発売日初日からゲームパスに対応します。ペルソナ5のスピンオフ作品となるシミュレーション RPG。 時系列としては本編のエンディング直前の物語となっていて、突如迷い込んだ異世界を舞台に心の街道団とその協力者による革命のための戦いが描かれます。本編でおなじみのワンムアや総攻撃などのバトル要素はそのままに、3人パーティーを組んで仲間たちとの連携を駆使した賑やかな戦闘を楽しむことができます。ということで、今回は Xbox で11月に新発売となる最新の期待作と Day1 ゲームパスタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。